今日の話はですね、自分に対してツッコミを入れるもう一人の自分を作ることによって絵が上手くなろうみたいなね話をしたいと思います。仮想敵と言ってもいいかなと思うんですよ。この基準が高いか低いかっていうのが結局はその人の、満足レベルであるというか、その人の伸びしろであるというか、その人がどこまでやりたいんだっていうことなんですよ。簡単にですね満足できてしまう人はですね、別にそこまででいいのかなっていう気はします。無理やりですね過度にハードルを上げすぎというか、自分のアンチがきつすぎると、やめちゃうんですよ。程よくいい感じに強い敵、自分アンチを、設定し、そしてですね自分がまだ初心者だったりとか、あるいは書いてきたけれどちょっと今日調子悪いなと思ったらですね、自分に優しく今日はこのぐらいで満足するか、満足してやるかみたいなねくらいでちょっと、収めるっていうのかな、このぐらいで許してやるかみたいな感じですよ。でも仕事で言うとですよ、簡単に言えばこの自分アンチ、自分ハードルと言ってもいいです。はい、それがですねプロの水準に達してない人は自分アンチが、そこまで高くなければですね、当然ですね自分の中ではこれでいいでしょうっていうふうに、仕事出しますよ。そしたらですねもうこの人に振っちゃダメだみたいになっちゃうんですね。でこの自分アンチっていうのはですね、当然ながら最初の自分アンチとだんだん絵が上手くなっていった先の自分アンチっていうのは当然レベルがどんどん上がっていくんですよ。この自分アンチさえもどんどんレベルが上がっていくんですよ。理想の自分を常に追いかけるとでも言いましょうか。アニメーターになりたいですとか、〇〇スタジオに入りたいですっていうふうにって言った時に、当然その職場で求められる能力を超えてれば仕事になるんですよ。でその超える時にその自分アンチっていうものがその職場での求められるクオリティを超えてればいいんですけど、そんな簡単じゃないっすよそんなのね。自分アンチをどういうふうにじゃあ育てていくかって言ったら、やっぱね現場経験であったり、あるいはねリアルに自分に対してダメ出しというか、ペケを出す人がやっぱいてくれるっていうのはすごくいいですよ。そういう意味ではですね、アニメ主塾の添削いかがでしょうか。多分ね僕の年24回のその受講、アニメ主塾のね1年間っていうのを受講すると、多分仮想室井っていうのが自分の中でイメージできると思います。手足の圧縮とか、基本比率とか細部ばかり見すぎとか、言われたみたいなね、それにコメントされたみたいなっていう風に、僕なんかはそれをですね実際そのアニメーター時代に、先輩であるとか、あるいはね、すごい上手いなと思った作家さんであるとかっていうのの修正が乗ってくるという形で、トライアンドエラーね勉強ができるんですけど、自分一人で自分より強い客観性というかアンチハードルを設定するのってとてつもなく難しいんですよね。なのでやっぱね、ある程度、他人とそうやって関わって何らかの形で自分に対して修正案を出してくるっていうような、関係性つながりがないとやっぱなかなかうまくならないんですよ。っていう意味ではアニメーターってめちゃくちゃねいいんだよねっていうのは、その漫画家さんってなかなか自分の絵修正してくんないですよ。求められてる技術だけ必要なんだねみたいなっていう場合もあるから、それはね一概にね漫画家は言えないんですけど、アニメーターだけは言えるのはやっぱね絵の修正が大体入ってくるんですよ。演出さんだったり作家さんだったり、それはね自分アンチを作る上でめちゃくちゃ便利です。はい。というかやっぱ仮想敵はね大事だよ。でその仮想敵が弱いか強いかなんですよ。格闘技で言うとねやっぱシャドーボクシングっていうのがあるし、バスケットとかでもあるよね。ああいう野球とかでもさ、シャドウでいると思ってシュート練習する。このねシャドウっていうのは影ですよね。自分の影をどのように設定するかによって、その人がどのように伸びるかっていうのが決まるんですよ。だから、常にリアルにアニメの仕事をイメージしながら絵の練習をする人、模写デッサンその他もろもろする人と、ただなんとなく漫然と鉛筆を走らせてる人、当然ながら全く違います。その、数ヶ月後数年後の伸びが全然違います。その人が何をイメージしてるか、そのシャドウね、自分の影をどのように設定してるか、常に自分は何と、戦っているのかっていうことが全然違うんだよね。